はい、皆さんこんにちは。今回もフォーハンドストロークのバックスイングについて、お話しさせていただきます。まだまだ言いたいことがあるので、まだまだお付き合いください。ラケットの引き具合で、バックスイング完了した後、この状態ですね、この完了した時、ここでラケットが斜めになってるんですけど、こう前腕をロックすると自然にこっちが斜めになると思います。これ、なんでこっちじゃダメなのっていうと、まず一つロックできないということです。でロックできないとどうなるかというと、ここから慌てて振った時にラケットが後ろに流れるんですよね。でもよく見てください。手が前に行ってるつもりがラケットが後ろに行ってるっていう感覚度っていうか、実質的なズレがあるわけですよね。感覚的には手が行った方にラケットが行ってると思ってしまうんですよね。でも違う方から回ってくる、後ろから回ってくるということです。これは避けた方がいいという意味もあって、右前腕をロックして、この形、ラケットヘッドの高さと左手の高さが合うぐらい、これはちょっと高くなりますよね。このぐらい、ここからこれでやって、こうすると立ててしまうとこういう動き、こうすると確かに物事でこれ一番、楽っちゃ楽なんですよね。でもこっち側の前腕ロックの手もこれあります。これ手が持ってるというか、手の骨組みが持ってるような感じで、別にこう握りしめてこう倒れるのを耐えてる感じではないんですよね。ここからこっち、ここからここでこれで持ったらこれで止まるだろうということなんで、別に握りしめてこらえてるとかじゃないです。こっちの方が楽だからこっちにしろよっていうのでも、これはちょっと違うということでよろしいでしょうか。あとは、バックスイングを教えるときに必ず教えないといけないことがあって、それはグリップチェンジですね。グリップチェンジを教えないコーチでもいるんですけども、それはちょっと何考えてるか分からないところですね。絶対バックスイングを教えるときはグリップチェンジのことを考えてやってないとダメですよ。僕の場合は、ラケットを引くこの間にグリップチェンジをするように教えてます。で例えばコンチネンタルグリップで持ってて、フォアの厚いグリップに変えるとすると、両手で持った状態からこの辺りで変えるように教えています。この辺りです。でこれが、ちょっと肩に力が入ったり手に力がものすごく入る人に対しては、力を抜くという、意味もあって、できるだけこの後コンチネンタルでずっと持っていって、左手を離す直前にグリップチェンジをするようにっていう場合はあります。ものすごく力が入ってる人に対して、ガッチガチで持ってる人に対してはちょっと休んでほしいので、後ろの方に行って手を離すように、後ろに行って左手で回しながらグリップチェンジをして離す。左手で、これ必ず左手で回すようにしてくださいね。右手でこう変えるんじゃなくて、左手でこう変えてあげてください、グリップを。これがやらないようにね、右手がやらないように、左手がこの動きで変わるようにしてあげてください。で逆にストロークのグリップからドロップショットとかスライスを打つ場合は、厚いグリップで今度こっち方向ですね、こっちにしてグリップを変える、薄いグリップにするようにしてください。厚いグリップから薄いグリップ、要するにスピン系からスライス系を打ちたいときは、グリップをここでコンチネンタルグリップに変えて、でそれから打つようにしてください。それをやらせるのは必ず左手です。左手がやるようにしてください。前手のひらであまりくっつけて持たないようにっていうのは、その辺のことも考えてるんですよね。ちょっと全部持ってるとここで詰まるんですよね。指先で持ってるとこういった時に両肩が空いた状態、両肩が使える状態になるんですけれども、こうベタっと持ってるとこうグリップを変えて薄いグリップにした時にちょっと左腕が詰まるんですよね。こ
肘が落ちてる。でも指先で持ってるとちょっと空いた状態で肩が自由なんで足も自由に動くことになるんで、この辺ちょっと指先で持って、この持った左手で右手のグリップを変えてあげるようにしてください。よろしいでしょうか。ラケットを引く時に変えるんで、グリップチェンジをする時間はかからないはずです。そのグリップチェンジをする時間を取ってしまうのはダメですよね。悪い例としてはこの位置で変えて引いてはダメですよ。両手で持ってったとしてもずっとここで変えてこうやっていったらダメですよ。ってことはここの分の時間、ターンする時間を奪ってますよね。でもターンしながらやってしまえば何も時間かからないですよね。だからターンできたんだったらグリップチェンジもできないとダメってことです。ターンできたけどグリップチェンジが間に合わなかったっていうのは嘘ですからね。よろしいでしょうか。グリップチェンジをしてターンするのは間違いです。ターンしながらグリップチェンジをして打つのが正しいです。よろしいでしょうか。でこれはやっぱりいろいろ何回も試してやってみるしかないですね。なぜならどっちで構えてるかっていうのは自由なんで、コンチネンタルでグリップで構えてる、最初からフォアかバックか分かんない状態でコンチネンタルグリップでバック側を中心に構えてる人もいるし、フォア側の厚いグリップで構えてる人もいるんですよね。でフォア側で厚いグリップで構えてる人もバックハンドを打つ時は大体コンチネンタルグリップに近いグリップになると思うんで、そのバックのグリップからフォア側ができるかを何回も素振りする必要がありますよね。変えてで打てるかどうか。よろしいでしょうか。必ずそこ大事なところなんですよね。よく一般のテニススクールのコーチでフォアハンドはこうベタっとしておいて上から持つようにいうふうに教えて、バックはじゃあどうするのかという両手で持ってやってくださいってそのままやらせる人いるんですけども、これはちょっとありえないですね。あれでこう反りくり返ったような打ち方を覚えて、でそのバックハンドバックの方が難しいですからちょっと時間かかりますよ上手くなるのにはとかっていう人いるんだけど、そんなありえないですからね。結構そういう人多いです。他のスクールに行っててバックのグリップチェンジなんか習ったことないっていう人いますからね。それで気をつけてください。ちゃんとこっちグリップチェンジを教えて、でそれをする過程を教えないとダメですからね。コーチ側の人は気をつけてくださいね。そこまで教えないともうガッシャガシャです。いつまでたってもどっちかが下手っていうふうになる。まあ大体バックがこういう打ち方になると思うんですけどね。こう内側で、左方向には打てないですね。右方向こっち方向には打てるんだけど反対方向には球が飛ばせないという状態になると思うんです。それちょっとかわいそうなんですね。それにちゃんとグリップチェンジ、フォアとバックはグリップが違うってことと、どうやってグリップを変えてラケットをバックスイングすればいいのかというのを全体で教えないとダメです。よろしいでしょうか。まだまだ続くのでよろしくお願いします。